もしあなたが暮らしている家の片隅に死体が隠されていたら、2023年2月23日、静岡県沼津市、ある家族の住む3階建ての一軒家に警察が訪れました。事件への関与が疑われますので家宅捜索をさせていただきます。その家にいたのは夫婦と幼い子供2人、そして祖父の5人。突然の警察の訪問に動揺する一家。その中で夫だけがひときわ青ざめた顔をしていたんです。一体何があったの？警察が来た理由に心当たりがあるような表情を見せた夫に不安げに問いかける妻。そうこうしているうちにベランダから大きな声が響いたんです。おい、こっちへ来てくれ！3階のベランダで警官が見つけたのは黒いビニール袋。その袋の中身は夫の不倫相手のバラバラ死体だったんです。不倫相手を殺害し、妻子が住む自宅に隠していた男。殺人にまで発展した最悪の不倫事情とは。この男は妻に対しても不倫相手に対しても自分以外の人間に対しての心を持ち合わせていなかったんです。大沢健ちゃんです。いやー、宮みこです。というわけで今回はね、ちょっと静岡にまつわるお話なんですけど、静岡といえば何ハンバーグ？浜松ハンバーグ？爽やかハンバーグ。あ、爽やかハンバーグ。何を言ってんの？なんでこの話をしたかというとね、はいヤミコさんのウェイター事件。もう何年前でしょうね、ヤミコさんとね、みんなで爽やかハンバーグに行きました。そしたらね、店員さんがね、片付けるじゃないですか、腕にこう乗せてね。もう絶対乗んないのに、ヤミコさんがなんかこれもお願いしますとか言ってね、もうこいつの狂気性を感じたというね、近くにシリアルキラーみたいな人がいるとするならば、彼女なんじゃないか、いや彼なんじゃないか、この無生生物なんじゃないか、そういうのをね、感じさせられたね、事件でございます。ひどいわね、あなた。私は、一回はさ、謝っとこうよ。今回は静岡県で起こった本当に理解しがたい殺人事件をご紹介します。犯人はあるトラブルから不倫相手を殺害するんですが、なんとその遺体を妻子や親が住む自宅のベランダに隠し続けていたんです。奥さんと子供も一緒に住んでる家に隠すってさ、信じらんないわよね。どんな神経してんのよ。この犯人家族を大切だとか思ってる？この男はね、妻子を大事に思っていなかったのもそうなんですが、不倫相手に対してもまあひどいね扱いをしていて、本当に最低な男なんです。事件の日、被害者の女性は男と何か約束をしていたようでした。しかしその約束は男が仕掛けた罠だったんです。こんなはずじゃなかった。2023年2月21日、静岡県磐田市。市内で車を走らせていたのは髪の短い凛とした印象の女性。普段は保険外交員として働いている中井優子さんでした。今日であの男と会うのも最後ね。優子さんはこの日、交際相手と最後の約束をしており、自宅の磐田市から静岡駅方面へ向かっていたんです。そしてしばらく走った後、待ち合わせ場所に到着すると、すでにそこで待っていた男を車内へ招き入れた優子さん。これでやっと関係を終わりにできると、彼女はどこか吹っ切れたような表情をしていました。一方で暗く曇った顔をしていた交際相手の男。二人はそれぞれ別の思惑を抱いたまま夜の街を走り出したんです。そしてこの後、優子さんは二度と自宅へ帰ってきませんでした。別れ話のしに行ったわけよね。それで二度と帰ってこなかったなんて言われたら嫌な予感しかしないじゃない。男の方は最初からね、別れ話とは別の目的で呼び出していたんです。一体優子さんはどこへ消えてしまったんでしょうか。優子さんが男に会いに行った翌日、彼女と暮らしていた母親が娘が帰ってこないと警察へ通報。警察は優子さんの友人への聞き込みで分かった交際相手がいたという情報と、彼女のスマホの GPS から一人の人物に疑いの目を向けました。その人物は優子さんが暮らしていた磐田市から130キロ離れた沼津市で暮らしている土屋勇気という男。警察は優子さんの交際相手とされていた土屋への事情聴取のため彼の自宅へ向かいました。すると警察が訪ねたその家の中には元気よく遊ぶ子供たちの姿が。そう、土屋は妻子持ちでありながら優子さんと関係を持っていたんです。いきなり警察が来るなんて何かあったの？不安げな様子で土屋にそう尋ねた妻。土屋は何も言えずにいましたが、その答えはすぐに分かりました。おい、これを見てくれ！ベランダで大きな声を上げた一人の警官。彼がそこで見つけた黒いビニール袋には遺体の一部が入っていたんです。その後警察は土屋の車の中からもバラバラ遺体の一部を発見。さらに土屋の家の近隣のコインパーキングには消息を絶っていた優子さんの車が止められており、その車内からも遺体が見つかりました。それらは全て優子さんの遺体だったんです。
改めて思うんだけど、子供たちとかが普通に目にしてしまうような場所に遺体を置くなんて信じらんないわよ。隠してから発見されるまで2晩、家族は遺体と一緒に過ごしていたんです。想像しただけでもね、ゾッとするんですが、そもそもね、土屋と優子さんは静岡県内でも130キロ以上も離れた場所にそれぞれ暮らしていたんです。そんな2人がね、どのようにして巡り合ったんでしょうか。夢を叶えるために土屋と不倫関係にあった優子さんは2人の子供を持つシングルマザーでした。20代前半で結婚し、子供にも恵まれた優子さん。一方で元夫は奔放に遊び歩いており、優子さんは家計のやりくりに苦労していたといいます。2人目の子供が生まれたタイミングで一念発起して一軒家も購入しましたが、結局は離婚。シングルマザーとなった優子さんは保険の外交員へと転職し、一人で子供たちを育てるべく懸命に仕事をこなしました。明るく活発でたくましく仕事に向き合う彼女のことを周囲の人々も非常に慕っていたんです。そしてある時、保険の営業のために人脈を広げたいと考えた優子さんは、様々な社会貢献活動を行っている団体日本青年会議所へ入会。活動を続ける中で社会問題と向き合うようになった優子さんは、新たにこんな夢を抱くようになったんです。私、政治家になりたい。新しく大きな夢を抱いた優子さんは、青年会議所の交流会にもますます盛んに参加。そしてこの交流会での出会いが後に彼女の運命を大きく左右するんです。子育ても仕事もさ、すごいしっかりしてて、とても不倫するような人には思えないけどね、この人が。元夫もね、あまりいい夫ではなかったわけですし、真面目な性格ゆえにね、利用されやすかったのかもしれないんです。優子さんが所属していた日本青年会議所では、会員同士の交流の場が定期的に設けられていました。そこで出会うことになったのが、彼女より2歳年下の土屋勇気だったんです。2人はそれぞれ別の地元グループに所属していましたが、大手保険代理店に勤める土屋と優子さんは同業者で、互いに仕事の相談などをしやすい関係。2人はすぐに親しい間柄になっていきました。そして交流会を通して何度か顔を合わせるうち、土屋と優子さんは交際関係に。ここで問題となったのが、土屋に妻と子供がいることでした。優子さんもそのことは知っており、不倫は嫌だと何度も伝えていたんです。しかしその度、土屋はいつも同じ言葉を繰り返します。妻とは離婚するから。その言葉に流され、良くないと分かっていながらも土屋との交際を続けていた優子さん。シングルマザーの彼女は再婚願望が強く、たとえ不倫であっても土屋を信じたかったのかもしれません。優子さんは友人にも恋人ができたと嬉しそうに話しており、土屋との将来を真剣に考えている様子だったといいます。土屋にとって自分がただの遊びなどとは思いもせずに、妻と離婚するからって言葉よ。不倫男の常套句じゃない。好きな相手だともう信じたくなっちゃうのかもしれないわよね。それはね、あるよね。土屋っていう男の素性を知っていくと、再婚などね、夢のまた夢だってことも分かってくるんで、土屋優子さん以外の件でもね、かなり身勝手に生きている男だってのも分かってくるんです。仮面の下の素顔。静岡県沼津市で生まれ育った土屋は鶴文化大学を卒業後、ホテルに就職。ホテルでは副支配人にまでなりましたが、コロナウイルス流行の時期に退職し、大手保険代理店の営業に転職しました。社内でトラブルを起こすようなことはなかったものの、数年の間に配属や勤務先を何度も変えていた土屋。こだわりが強く、些細なことで不満を抱きやすい側面があったのかもしれません。地元愛が強い、社交的などと土屋には周囲から好感を持たれていた部分もありました。しかしそれはあくまでも社会人としての顔。プライベートでの土屋の振る舞いには大きな問題があったんです。ある夜、土屋は沼津駅前のネオン街にある行きつけのスナックを訪れていました。妻、あいつ一緒にいても退屈なんだよな。スナックのママ相手に妻の愚痴をこぼしていた土屋。彼は妻との関係に飽きていたようで、夜の街へ繰り出しては彼女を退屈な女と言い回っていました。さらに土屋は既婚者でありながらマッチングアプリにも登録。何の罪悪感も持たず、気になった女性にいいねを押して回り、常に新しい出会いを求めていたんです。しかし散々に妻の愚痴を言い回っていても、実際のところ土屋に安定した今の暮らしを捨てる選択肢はありませんでした。当然優子さんとの交際も本気ではなく、退屈をしのぐための一時的な関係。妻と離婚する気も優子さんと別れる気もなかった土屋は、その中途半端な態度から妻にももう何度も不倫がバレていました。それでも一向に懲りることなく曖昧な態度を取り続ける土屋。はっきりしない土屋に苛立った優子さんは次第に強い物言いをするようになっていったんです。ねえ、奥さ
さんと離婚するって言ったわよね。私はいつまで待てばいいの？くっそ、めんどくせえな。シングルマザーなんか選ぶんじゃなかった。優子さんの気持ちが鬱陶しいと感じ始めた土屋は彼女との関係解消を考えました。しかし土屋ののらりくらりとした態度に腹が立っていた優子さんは彼の別れ話を簡単には受け入れなかったんです。お金を用意して、用意できないなら不倫のことを会社にばらすわ。金を払え。家族もいるのにんなもん出せるわけねえだろ。この女、黙って聞いてりゃ調子に乗りやがって。全て自分に非があるにもかかわらず土屋は優子さんのその一言に激しい怒りを覚えていました。いや、土屋に切れる理由なんてないわよ。真面目な優子さん騙してさ、好き放題やってたのこいつの方なんじゃないの？どう考えてもね、自業自得で、土屋がね、怒りを覚えた理由っていうのは心理的リアクタンスっていう言葉で論理的に説明がつくんです。というわけで本日のメトラキーワード、心理的リアクタンスについて。心理的リアクタンスとは、1966年にアメリカの心理学者ジャック・ブレームが提唱した心理学理論。この理論では自分で選択したいと思っていることに対し第三者から強制されてしまうと、たとえ正論だとしても反発の感情が生じるとされています。例えば皆さんは自分なりに仕事の進め方を決めていた際に上司から全く別の指示を出されやる気を失ってしまった経験はないでしょうか。こうした反発の感情が生まれるのは、人間が元来自分の行動は自分で選択したいという欲求を持っているため、何度不倫がバレても懲りることなく自分の好きなように女遊びができると考えていた土屋。優子さんから金銭を要求されたことは、そんな彼の中に大きな反発の感情を生む結果となったんです。一度お金を用意してと言い出して以来、優子さんはその言い分を譲ろうとせず、土屋との間で何度も話し合いが繰り返されました。その度に苛立ちを募らせていった土屋。しかしある時点で彼は観念した様子でこう切り出したんです。分かったよ、金を払う。だから最後に一度会いたい。銀行の封筒と札束の写真が添えられた土屋からのメッセージを確認した優子さんはその呼び出しに応じました。送られてきたその写真が合成写真とも知らずに。最悪。こんなことされたら普通はさ、お金払う気になったんだって。騙されちゃうわよ。そしてね、優子さんを油断させることに成功した土屋は驚くほど残忍な方法で殺害に及ぶんです。山中の強行。2023年2月21日、夜も更けた頃、静岡市清水区の山道に1台の車が止まった。運転席には優子さん、助手席には土屋。2人は静岡駅付近で待ち合わせた後、静かな場所で話したいという土屋の要望でそこへやってきた。そして一切人通りのないその山道へたどり着くと同時に、優子さんは本題を切り出した。さあ、お金を渡して。しかし土屋は黙ったままだった。2人の間に不気味な沈黙が訪れ、違和感を抱いた優子さんは土屋の方へ顔を向ける。すると彼はハンマーを振り上げていた。土屋は隠し持っていたそのハンマーで数十回に及んで優子さんを殴打。優子さんがその場に崩れ落ちると、続けて彼はカバンの中からスマホの充電ケーブルを取り出した。これで本当にさよならだ。痛々しく腫れ上がった優子さんの顔を見下ろしながら、その首にケーブルを巻きつけた土屋。やめて。彼はケーブルを持つ手に力を込め、優子さんの首を思い切り締め上げた。山中で優子さんを殺害した土屋はそのまま彼女の車を運転し、遺体を沼津市の自宅へ持ち帰りました。家族にあらかじめ出かけるように言いつけてきた彼は、誰もいないその家のバスルームで電動ノコギリを使い、優子さんの遺体を解体したんです。3つの袋に分けられた遺体はそれぞれ自宅3階のベランダと土屋の車、そして近隣のコインパーキングに止められた優子さんの車の中に隠しました。土屋はバレないと高をくくっていたのかもしれませんが、優子さんの車が彼の自宅へ向かったことはスマホの GPS や防犯カメラ映像を調べればすぐにわかること。それにもかかわらず身近な場所に遺体を隠した土屋の犯行はずさんというほかありませんでした。初めからさ、優子さんは不倫は嫌って言って、その優子さんを騙すようにして付き合ってたわけじゃない、こいつが。それを反抗されたら殺しちゃうだなんて身勝手にも程があるわよ。それにさ、死体を家の中に放置するわけでしょ。マジでさ、もう自分のこと以外何も考えてないわよ、こいつ。何から何まで自分本位すぎる男っすよね。そんな土屋は結局たった数日で逮捕されるんですが、彼は裁判でも反省など一切せず我を通そうとしていたんです。裁判において土屋は弁護人を通し次のように主張しました。今回の事件については被告人だけではなく被害者にも責められるべき点があります。
被害者は被告人が既婚者であると知りながら交際を続けました。さらに離婚に応じない被告人を責め立て、会社に不倫を公表するなどと脅しをかけています。事件当日も被告人に殺意はありませんでしたが、被害者に激しく罵倒され、我慢の限界が来て犯行に及んでいるんです。このようにして亡くなった優子さんの落ち度を挙げ、弁護人は懲役13年以下の減刑を求めました。しかし土屋はまずお金を用意していないにもかかわらず、金を払うと言って優子さんを呼び出しています。さらにわざわざ凶器のハンマーを持参している点などから犯行に計画性がなかったという主張は通るはずもありませんでした。また執拗に殴打した挙句、瀕死状態の優子さんの首を充電ケーブルで締めるという犯行には強固な殺意が認められるとして、裁判所は土屋を厳しく追及。事件から約1年後の2024年6月14日、殺人死体損壊遺棄で有罪となった土屋に下された判決は懲役18年。弁護側の意見は一切認められず、検察が求刑した通りの判決が下されたんです。不倫の刺激を欲しながら家庭の安定感は手放したくない土屋のその傲慢な考えによって、事件は最悪の結末を迎えてしまいました。優子さんが金銭を要求したり脅迫めいた発言をしたことも、原因は間違いなく土屋の自分勝手な行動にあったと言えます。それにもかかわらず、思い通りにならない優子さんに腹を立て、その命を奪ってしまった土屋。好きにできると思っていたことに口出しや邪魔が入ると、人間は自分に非があると分かっていても反発の感情を覚えるもの。あなたは意図せず湧き上がってくるその反発感情とどのように向き合っていますか？